はい、こんにちは。今日はね、輸送機後編やっていきたいと思います。久しぶりの前編後編の2分割になったんだけど、前回ある程度いい感じに飛べるようになったので、今回は仕上げと実際の荷物の運搬ですね。ということで行ってみましょう。まず前回あの後海に落ちたんだけど大きな問題点としてはバッテリー容量が足りない。あと最後のシーンで若干右に流されたので反作用の問題が若干残ってる感じかな。これらは電気系統の調整で解決できそうなので、それらの問題を複合的に解決していきます。まず出力用のバッテリーを2個外します。前回バッテリー10個で十分すぎる動きをしたので、このくらい減らしても大丈夫じゃないかな。それよりもモーターを回す力が減るとその分反作用も減るっていうのと、それに加えて同時に使うバッテリーが減るとその分バッテリーが長持ちするってな算段です。で、バッテリー容量が足りない点については予備バッテリーを追加しておきます。で、この飛行機は機体の左側の回路を給電用として作ってるので、こうしとけば動力用のバッテリーが減った分を自動で給電できます。よし、ではテスト飛行行ってみましょう。目指す第2本拠地はこの島にたどり着く前に出発した場所なんだけど、だいたいこっちの方向でどうだろう、もうちょい右なのかな。ちなみにスイッチを切ってもかなり緩やかに降下する感じなので、これは翼をいっぱいつけたことによって揚力が十分に稼げてることの証明ですね。これなら荷物をある程度積んでも大丈夫なんじゃないかな。ちなみにスピードは秒速8メートルから12メートルの間を行ったり来たりしてるので、秒速約10メートルとすると時速に換算して時速36キロ。乗り物として速いというわけではないけど、歩く速度が秒速5メートルなので、このくらいの移動速度があれば十分かな。海上では目印が少ないので方向がわからなくなったりしないように地形を確認しながら進みましょう。実は迷子になってるんだけど出発してから少し右に曲がっただけで言うほど迷子ってわけでもないんだけどあった。あの独特の地形は第2本拠地付近の世界の壁ですね。あとは直進していきます。テスト飛行とか言いながら第2本拠地まで到着できますね。途中ちょっとカットしちゃったんだけど飛行時間は約7分。これは途中スイッチを切って滑空してる時間と迷子になってた時間も合わせてなんだけど、以前長距離飛行でチューニングした時と比べて同じくらいの航続距離になってそうですね。機体の構成が違うので単純比較はできないんだけど、あの時はバッテリーを大量に積んでたことを考えるとバージョンアップによるモーターの出力アップによる効果は結構高いって
判断していいんじゃないかな。よし、とりあえず無事に到着しました。残ったバッテリーは予備バッテリーがすっからかんなので、実質7割くらい使った状態ですね。充電すれば第3本拠地まで帰ることもできるんだけど、荷物を積んだ時の消費量が未知数なので、テスト飛行としては予想以上の成果が出たってことで、いっぺん出発前に戻ります。よし、さっきのテスト結果を踏まえて最後の微調整、予備バッテリーを増やしたのと、もう少しスピードがあっても良さそうだったので、動力用バッテリーを1本増やします。で、実際に荷物を積んだ実験も兼ねて、こっちからもいろいろ積んでいきましょう。第2本拠地はバージョン 1.2 の時に生成されたマップなので、今ではどこでも転がってる傾斜と、ちょっと危ないけどイエロースライムも連れて行こうかな。こうしてガラスの破片をくっつけとけば、うっかり落としても簡単には動けないはず。あとモーターも一つ持っていきます。余ってるわけじゃないんだけど、こっちだとちょっと探せばゲットできるんでね。なんやかんやって合計約39キロくらいの荷物になったんだけど、これでいけるか？最初ちょっとふらついてる様子はあるんだけど、ちょっと掴む位置を変えたり体重移動したりした結果、むしろさっきより安定しましたね。微妙な重量バランスか、あるいは風向きが原因だったかもですね。で、もしかしたらさっきのスペックでも荷物乗せて動けたかもしれないんだけど、いざバッテリーがもっといるってなったら、第2本拠地側には電池がないので、それで第3本拠地側でスペックを上げてから挑戦してます。で、本来ならこの辺で目的地が見えててもおかしくないはずなんだけど、これね、この時気づいてなかったんだけど、地形の描画範囲を中にしてたんだよね。ちょっと前にカクカクする時に範囲を下げたままにしてたみたいです。まあ日常の作業ではこれで十分なんだけど、遠くを目指してる時とかは大にした方が良さそうですね。まあさっきテスト飛行した時にルートは分かってたので、何の問題もなく第2本拠地付近まで来れました。で、この山を迂回して表側に向かいます。ちょっとごちゃごちゃしてるんだけど、この辺なら着陸できるかな。よし、無事に着陸できました。とりあえずイエロースライムは安全で目立つところに置いときましょう。傾斜はイエロースライムと戦う羽目になったらガラスが必要になるので、その時用ですね。モーターは今後たまにここに来ることがあると思うので、充電用に置いときます。とりあえず以前使ってたジェネレーターにつないとけば、他の作業してる間に充電されるかな。よし、あとはここに来た主目的硝石を回収します。てか思ったよりもいっぱいありますね全部持っていく必要もないけど、ケチる必要もないので7割くらい持っていきましょうか。とりあえず硝石 29.6 キロと
銀も意外と置きっぱなしにしてるので 12.3 キロ。これで合計 41.9 キロ。持ってきた荷物39キロを微妙に超えるんだけど、手応え的には問題ないんじゃないかな。特に他に持っていくものもなさそうですね。これで充電が終わってたら帰れるんだけど、発電効率こんなもんだったっけ。まあエンジンはいくらでも余ってるので火力発電機を作りましょうかね。エンジンあれ、余ってるやつ全部船に積んだんだっけかその辺のスポナー1個潰してもよかったんだけど、確か噴気口に1つ置いてあるんだよね。あった。せっかく噴気口があるので地熱発電もできるんだけど、今は他に時間を潰す用事もないので、より発電効率が高い火力発電をしちゃいましょう。よし、これをまた輸送機に搭載して、これで第3本拠地に戻る準備ができました。いざカメラが固定になっとるこれ飛んでる途中でカメラワーク間違ってることに気づいたんだけど、乗り物に乗ってる途中にカメラ切り替えしようとするとカーソルがずれて難しいんだよね運よく切り替えはできたんだけど、メニュー画面に一生懸命になって周りを見てなかったし、機体を掴んでる手をこんなやっていろんな方向に動かしてたから機体がいろんな方向に動いちゃって本格的に迷子になってますねどこだここはまあとりあえず進んでたら第3本拠地の島の要塞側にたどり着きました。どうやら意図せずして隣の島を偵察したみたいですね。要塞あたりに着陸してもいいかと思ったんだけど、船と飛行機を近い場所に置いちゃうと処理が重くなってカクカクする現象を確認済みなので、また山の方に向かいます。よし、これで着陸できれば。今なんか変な音がしたので何か変な操作をしたっぽくはあるんだけど、その弾みで崩壊したのかな。本体は大丈夫っぽいし、正直プロペラは次壊れたら作り直すつもりだったので、これ自体は状況次第では妥協してもいいんだけど、どさくさ紛れに電池が2本ぶっ壊れてるのと、さっきのはカメラワークで失敗したのもあるので、もっぺんやり直しましょうか。って言ってもね、飛んでる映像自体は大きく変わらないので、機関の様子を流しながらまとめに入ります。ということで輸送機作ってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。一つ失敗したなーって思ってるのが、これね、荷物を運ぶっていう目的だけに一生懸命だったので、飾り付けとかを何もしてないんだよね輸送機ですみたいな見た目にしとけばよかったなーとは思ってるんだけど、まあ荷物を乗せてさらに手な改造も予定してるので、その時にやってみようと思います。で、さすがに何回か同じルートを
行ったり来たりしてるので、今流してるこの最終テイクがほぼ最短コースで約3分ちょいで到着してます。より正確にはさっき通過した未開の土地をかすめるのが最短っぽいんだけど、実はわざわざロードしてやり直した最大の理由が未開の土地を残しときたかったってのがあるんだよね。っていうのもね、過去の経験上新しい素材が実装されるときはだいたい未開の土地に出るんでね。まあとにかく今回の実測3分くらいで到着できるっていうのと、逆に距離が分かってればそれ専用のチューニングをすることでスピードを上げることもできるので、この距離だったらヒューっていってひょいって行ったり来たりできそうですね。まあそんなこんなで無事に到着できました。で、小石がこれだけあれば火薬がいっぱい作れるわけなんだけど、これで何をやりたいのかというと、手で持てないくらいの大型の大砲を作りたいということで、次回は戦艦やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。